検証、プラターヌ博士はフラダリさんに勝てるのか？最近のプラターヌ博士はフラダリさんに対して責任を果たそうという使命に燃えていますが、本編では残念ですがさようならの後は顔の広さを活かして事態の収拾を図っていたそうです。そこで今回はプラターヌ博士が本編でフラダリさんを止めに行っていたらポケモン勝負に勝てたのかを検証していきたいと思います。使うのは、プラターヌ博士2戦目のパーティーです。技構成がレベル技そのままなのですが、真面目にやる気はないのでしょうか博士？さっさと1戦目を始めていきましょう。試合ルールは勝ち抜きで、必ず手持ちの順番で出していきます。プラターヌ博士がそうしているので。古女風かわいい。先発は不思議花です。やることは、ぶっちゃけ、花びらの前を、打つこと以外ないです。そういえば、個体値とか努力値とかは、よくわからないので、レベル上げだけしたままやってます。さすがに不思議花の花びらの前は、進化前の古女風では、耐えられないです。出た、フラダリパの花、大文字を外していますね。あれ？大文字耐えてる？不思議花が大文字を耐え、相性不利を覆して、煮立てしてしまいました。レベル差があるからでしょうきっと。闇カラスかわいい。さすがに、これ以上は暴れられないようです。不思議花お疲れ様、ゆっくりお休み。続いて、カメックスを出していきます。命中率が不安ですが、アクアテールを打つことに決めたみたいです。今更ですが、お察しの通り、投稿者はポケモン勝負初心者なので、実質プラターヌ博士みたいなもんです。よろしくお願いします。微妙に残りました。ここは、水の波動でなんとかします。バイバイ、闇カラス。フラダリパのエース、ギャラドスです。この時、こっちの3番手リザードンなのに、向こうのエースがギャラドスなのは、やばくないかと思いました。水技は半減だけど、ロケット頭突きは2ターン技だし、何を打ったらいいのかよくわからなかったので、ロケット頭突きにしてみました。可愛いダメージが入りました。言っておくけど、僕、強くないからねー、という声が聞こえてきそうなダメージです。またロケット頭突きを選択してみました。ギャラドスが激鱗の反動で混乱して、自傷ダメージを受けているみたいです。次の攻撃は耐えられないと思ったので、アクアテールを選択しました。微妙に残りました。お疲れ様、カメックス、ゆっくりお休み。これだけ削り切れていれば、相性不利でもリザードンが、とどめを刺せるはずです。
勝ちました。まぐれじゃないかと思って何戦かしてみました。全戦全勝でした。ストーリー上の都合もあるとはいえ、プラターヌ博士は最終兵器を開花させる前のフラダリさんを倒せるみたいです。では、2戦目のフラダリさんと戦っていきましょう。古女風が古ジョンドに進化していますね。本来の進化レベルは50のはずなので、違法古ジョンドということになります。ゲイチスの違法サザンドラが有名ですが、フラダリさんもしっかり脱法しているんですね。弱点をつくアクロバットを耐え、新力を発動させてしっかりと、返しの花びらの前で倒せました。さすがに何度も大文字を外すようなことはないようです。不思議花お疲れ様、ゆっくりお休み。外すのが怖いので、水の波動を選択してみています。ハイパーボイスが思っていたより痛いです。なんとか、火炎獅子を倒しました。アクアテール打ってた方が良かったのかな？問題のギャラドスです。どうやって戦えばいいのでしょうか。激鱗を耐えられないと思ったので、水の波動を選択してみました。おや、混乱が引けましたね。お疲れ様、カメックス、ゆっくりお休み。頑張れリザードン、ここから入れる保険はあるんですか？翼で撃つの方が、切り裂くよりも、タイプ一致技なので、急所に当てなくても、それなりの火力が出ると思ったので、選択しました。XY では混乱時の自傷率が 50% なので、普通に自傷してくれました。バイバイ、ギャラドス。ラストはドンカラスです。フラダリさんはどんな気持ちで、闇カラスに闇の石を使ったのでしょうか。火炎放射からの翼で撃つで、危なげなく勝てました。まぐれじゃないかと思って、10戦ほどしてみました。5勝5敗でした。混乱の仕様がそのまま、勝率になっている感じです。まあ、プラターヌ博士と2戦目のフラダリさんは互角、ということでいいんじゃないでしょうか。それでは、3戦目に移りたいと思います。ここで残念なお知らせです。どう頑張ってもメガギャラドスを超えられませんでした。やっぱりプラターヌ博士は強くないと、自称するだけあって、フラダリさんに勝てないのでしょうか？それはちょっと悲しいので、博士が持ってそうな持ち物を持たせて、勝ち筋を作ってみようと思います。まず、不思議花には、光の粉を持たせてみました。バトルポイントでしか入手できないじゃないか、と思う方もいるかもしれませんが、他の地方では野生ポケモンが持ってたり、電気石のホラー穴に落ちていたりするので、採用しました。火炎獅子の大文字を外してもらうのが目的です。無事に一発目をかわしました。タイプ
振りなのにこれだけ削ってくれて、ありがとう。不思議花、とっても偉いです。カメックスには、食べ残しを持たせました。メール牧場の南にあるので、プラターヌ博士が持っていても、全然おかしくないと思います。無事に火炎獅子を撃破しました。ドンカラスが出てきました。一番火力の高いアクアテールで頑張ってもらいます。急所辻斬りが、とっても痛いです。なんとか、ドンカラスを撃破しました。問題はこの次です。カメックスに対して、ギャラドスは激鱗を、打ってくれます。激鱗を1ターンだけ残して、リザードンに、いい感じに引き継ぎたいところです。いけるかな？リザードンには王者の印を、持たせました。ストーリー中にフラダリさんがくれる、あれです。プラターヌ博士はたくさんフラダリさんの話を聞いていると思うので、たくさん王者の印を渡されていると思います。激鱗が切れました。いい感じにピヨピヨしています。2回連続辞書を引きました。ラッキーです。勝ちました。余談ですが、入れ替えありなら余裕で勝てます。結論としては、プラターヌ博士は1戦目のフラダリさんになら、確実に勝てる、ということになりました。2戦目以降は、フラダリさんの火炎獅子が、どれくらい大文字を外すかと、ギャラドスが行動不能を引くかに、勝敗がかかっていることが分かりました。最新作では、混乱事象の確率が、下がっているため、もしリメイクが出たら、より突破は困難になると思います。それでも、勝てないことはないので、全国のプラターヌ博士には、僕強くないからねとか予防線を張ってないで、頑張ってもらいたいものです。ネタが尽きたので、この辺で終わりにします。ご視聴、ありがとうございました。